この30秒の中にこれだけの要素とちゃんと計算されて全ての動きが作られているっていう風に見ていくと、これはかなりやっぱりやばいんだなっていうところが見えてくると思います。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。今回はライズさんたちからラブ119ですね。翔太郎くん、ウォンビンくんバージョンのコレオグラフィードラフトということで、こちら見ていきたいと思います。著作権の関係ございますので、一番最初は音こちらで聞かせていただきまして、見終わった後に少し音を出しながらお話をしていきますので、よろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラーゴーツウォー119 119わー、プロのダンサーさんなのかなっていう風にやっぱ思っちゃうというか、もともと翔太郎くんプロのダンサーさんっていうところもありますので、やっぱり動きの中一つ一つのぬるって動く感覚あるじゃないですか。音楽のちょっとメローな雰囲気に対してしっかりと強めに踏み込みをしていきながらも、ふんわりとかつぬるっとこう見せていけるっていうところが、タッタラタッ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 タラの部分ですね。踊り方的に大体こうサビの一発目って前っていう意識があるんですけれども、なんか考え方としてなんですが、ただよく見るとこれ後ろに引いていくっていうこの動きから入っているっていうところがもうすでにちょっと巧みだなというふうに思ってしまうというか、その発想のうまさというか音の聞き方だったりとかの感じ方のうまさを感じる部分ですね。でからのちょっとぬるっと動くところが、ここは大きく外側で踊っていきますよね。で、からの上げて、胸元に手を置いて、下にボディウェーブみたいなのをこう通していく感じ。この感じ。ここからラブを持っていくっていうところだったりとか、歌詞のその単語の、形みたいなものをしっかりと表していきながら、ダンスにおける軌道だったりとか流れみたいな。下に下がってから上に上がっていってもう一回下げに行くっていう、この上下のこういう波みたいなものが見えてくると思うんですけども、絶妙すぎて、プロのダンサーさんが作る内容なんですよね、こういうところが。で、ここの回った後の、テラータッタッタで、ちょっと、スっていう風に、スンって抜く感じあるじゃないですか。スに戻るみたいな。こういうところの、ちょっとした部分で、ニュアンスみたいなものを、さっきまで色が鮮やかについてたところで、一瞬だけ無色みたいなものを入れると、見てる側としても、はっってなるんですよね。歌ってない部分での何もしないを何もしないとして取っていくっていうところのセンスですよね。で、あとはこの時大事なのは Say my life, say my life って言いながらのこのステップ感ですね。この羽感というかステップ感、しっかり足元で乗っていきながら手元の声を見せていく。手元、上半身だけじゃなくて足元と連動しているからこそダンスのダイナミックさみたいなものも見えてくるかなっていうふうに思いますね。で、このジャンプの高さ。やっぱりライズさんたちのダンス見ていて、体をダイナミックに使っていきながら踊っていくっていうところと、空間に対してのアプローチ、細かいさっきのこういう波みたいなものだったりとか、119っていう細かい手元だったりとかついてくるっていう大きい部分、小さい部分、コンパクトな部分っていうところがしっかりとこうメリハリを聞きながら、で、かつ波の軌道も取っていくっていうところがあるので、とにかく見やすくて、わかりやすくて、インパクトもあるっていうところなので、大味すぎないっていうところもそうなんですけれども、隠し味みたいなものもしっかり入っていて、だからね、完璧なんですよね、こうやってダンスで見ていくと。はぁ。この30秒の中にこれだけの要素とちゃんと計算されて全ての動きが作られているっていう風に見ていくと、これはかなりやっぱりやばいんだなっていうところが見えてくると思います。で、あとはそういったところの発想だったりとか、お二人のダンスの源泉になる部分がやはりヒップホップっていうところになると思うので、体をやっぱりダイナミックに使って踊っていくっていうことがそもそもやはり得意なお二人だと思うので、こういうダンスの振り付けがまた生まれるんじゃないかなっていう風に思います。ダンスのことを分かってる側の人の作り方をアーティストさんの立場から作れちゃうっていう風になると、本場のおそらく韓国の振付師さんたちが見ても舌を巻くほどのうまさなんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりこうライズさんたちの作品を通じて、皆さんのクリエイティブに触れることができるっていう、皆さん自身から、生まれたものですよね。だからどういうふうに考えてダンスを作ったのかなとか、何を大事にしているのかなっていう翔太郎くん、ウォンピンくんのこだわりを感じることができるのはすごく貴重な体験なんじゃないかなというか、より理解度も高まりますし、ライズさんたちに対す
する、眼差しだったりとか、思い、気持ちっていうものも深まっていくんじゃないかなというふうに見ていて感じたところもございます。ぜひ皆さんのダンスを見たような感想もコメント欄より教えていただけたらなというふうに思うところでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。